目です。今日なんだけれどもね、私結構今日やることは楽しみにしてるやつなんだけれどもさ、っていうのもさ、今日これをやるために実はね2ヶ月前ぐらいにゲットしてるフィギュアなの。これはずいぶん前だね。割と前でしょ。そう割と前でしょ。でももう私もう1ヶ月ぐらいマジで引きこもって制作してたからさ、この YouTube でその見せるやつじゃないやつね、やってたからさ、だいぶ今ね待ちきれない感じになってるから、もうやっちゃうね。今日やってくフィギュアはこちらです。じゃじゃじゃーん。ナミね、ナミ。これさめっちゃ可愛くない？もうシンプルに。そうだね、ちょっとなんか高級感がある服装っていうか、そうなの、ラグジュアリーな感じですね。でもね、ラグジュアリーだよね。プリット&グラマラス、このシリーズはマジで可愛い今だから今回やっちゃいます。ちょっと早速開けてきます。じゃーんじゃじゃーん、こちらでーす。ねえ、私さこの台座なんか変わってるね。見てこれ。本当だ。わかる？この感じ。ほらこれなんか私あんまり見ることなかったかも今まで。こういう感じのタイプ。埋まってるみたいな。埋まってる。埋まりタイプ。さ見て、全身まず見せるね。はい、こういう感じでぐるってやるね。ぐるぐるっと。これやっぱ可愛いぞ。これさっきマサさんも言ってたけどさ、このラグジュアリーの服装がさめっちゃいいね。これ、かなりいいね。顔はね、ちょっと暗いか。見えるか。こういう感じです。今回私はこのナミちゃんをリアル化していきます。私ね、多分みんなが思ってる以上にリアル化好きだから申し訳ないけれども、別にあまることでもないけど、リアル化系私ほんと好きで、マジでさ飾ってニヤニヤしてんのよ。この前のみくちゃんもそうだったけど、中野みくちゃんね、見た方いると思うけど、映画を見に行ってリアル化しました。中野みくちゃんは通常の二次元塗りもやってるんだけど、フィギュアはねリアル化をして、並べて楽しんでますと。そういう感じなんだけども、今回はリアル化に結構合うのではっていう観点から選んだこのフィギュア。マサさんから見てどうよ？これリアル化ハマりそうじゃない？目ね。そうだね。なんかさ、ナミちゃんはさ一回ジョジョ化してるけど、したジョジョ化したからこそリアル化も見たいなとは思う。そっかな。そうだね。ナミちゃんはまだリアル化してないね、そもそも。してないね。してないね。ちなみにナミちゃんのさジョジョ化めっちゃハマったよね。ハマった。あれかなりハマってさ、私としてはかなりお気に入りで、ジョジョ化シリーズはジョジョ化シリーズで並べてるじゃん。ベビちゃんとさナミとさ並べてるじゃない。そうだね。あそこのシリーズも私めっちゃ気に入ってんのよ。あそこのケースね。そうだからそれも増やしてんだけど、今回はリアル化だから、やっていくポイントとしては表情を変えます。この顔ね、現状がこういう顔です。もう通常の可愛いナミちゃんって感じでしょ。だけど私が今回やっていくのは目がちょっとリアルになります。シンプルにね、ドールっぽいと言いますか、なんか完全な人の目ではないけど、この目と比べたら明らかにちょっとリアルに近づくっていう感じ、だからまた全然違った表情になるので楽しみにしてますわ。楽しみだね。てかマジでこのフィギュア可愛いな。なんかさ、個人的にさ、この後ろから見た時にさ、ここがさほら見えるじゃん、タトゥーが。これめっちゃいい見せ方じゃない？なんかチラッて見えてて可愛くない？これ返したもんね、それね。ナミ作ったじゃん。マジでほんと初期ぐらいで、結構前だよね。やったね、泣いてるとこね。ルフィ助けてのシーンのやつでしょ。名シーンのやつね。あれだから書いたよね、そのタトゥー。書いてたよね。書いたよ割と。なんかそんなに楽じゃなかったけどね。なんかスタンプ押したかったもんね、ポンって。売ってる。いやてか私マジで売ってないかなと思って一瞬調べたからね。マジか。いやマジで。でもやっぱりサイズ感とかもさ一緒にしなきゃダメだから、あったとそうだね。なんかさ、タトゥーシールあるかなと思っちゃったんよ。でもやっぱりそもそも私あれ造形手作りでやってるやつでさ、造形まだそんな得意じゃないから、なんか表面の兼ね合いとかもあるじゃん。あと塗装してる兼ね合いとかもあるから、いやここは書かなきゃダメだと思って書いたけどね。そういう感じです。ということで、じゃあリアル化やっていきたいと思います。パチパチ。よし。はい、やってきます。まずはですね、目を除去します。これね、この前ね載せた動画でルフィの色移りを除去する動画あったと思うんだけれども、早速なんだけど、その要領でね剥がしていっています。ここはねしっかりと剥がします。
で今回はねマジでこの顔以外はいじりません。このリアル化する時私他の部位髪の毛とか肌とかを若干こうねエアブラシとか使って陰影つけたりする時もあるんだけれども、今回はマジでこの本当に顔面だけ筆で描いていって印象を変えるっていうことをやっていきます。はい。でね、今回ね、水性アクリル系塗料で塗っていきます。落下系塗料じゃありません。ここはもう、正直気分です。だけど、多分この YouTube の中で、その、アイペイントをちょっとリアル系に変えますよっていう動画の中で、多分、この塗料でやったのは初じゃない？多分初めてだと思います。だから、仕上がりがね、どう影響するかっていうところも含めて、いつもと違う感じになるのかなっていうところも含めて見ていただければと思うんだけど、あんまり分かんないかもしれないですあんまり分かんないかも。なんか別に塗料が違うからといってめちゃくちゃなんか違う進め方でやっていくっていう感じでもなかったですね今回は。まず白目をねやっていってます。で白目と同時にこのまぶたというか二重のラインといいますか目の周りもちょっと血色をつけていきながら、あと二重のラインどこら辺に来るかなとか、まつげ描いたら二重のラインが潰れるから結構広めに描こうかなって思いながらね今塗っていってるところです。でこの段階で二重の線とかは最終的にはもうちょっと濃くなんていうか濃くね描くんだけれども、今は赤系の色でね当たりをつけていってるって感じです。そういうことですね。で白目も暗い色で最初に描いてます。で最後に明るくしていくっていうイメージかな。だから最初からこの色で塗っておくとね影描かなくていいからね、そういう点では楽ですね。暗いところから明るく立ち上げていくというやり方です。でまぶたのこれはあれですね、なんだっけ、やばい出てこない。まつげの場所を当たりつけていってます。でもう見てたら分かると思うんだけれどもやっぱりこうね超リアル系じゃなくてねこうなんて言うんだろうな、ちょっと 2.5 次元みたいな感じのリアル系のペイントって感じです。毎回言ってると思うんだけどちょっと人形味がある感じの塗り方ですね。この目の周りをね赤くするといい意味でなんて言うんだろうな、ちょっと地雷系というか地雷系の可愛さみたいな血色がある感じの可愛さが出るから、今回も大胆に目の周りを赤くしていきます。で今ちょってやってるんだけれどもついでにね鼻のノーズシャドウとか目の周りのくぼみとかも若干筆でちょっと陰影つけてます。でも本当に気持ちです。全然気持ちって感じです。それでもねやるとやらないのでは見てもらって分かる通り全然違うから、ちょっとだけでも今回やっとこうかなっていうことでやってますね。で今もう瞳を描き込んでいってます。徐々に色も濃くしていく感じです。一番最初にブラウンオレンジ系のね色でベースを作って、そこから目の縁ですね、縁を描いていったりしてます。この段階だとねまだ目に光がないからちょっとこうじとってしてる感じで、これはこれでなんか性癖にねちょっとぶち刺さる人たちもいるんじゃないかなっていう表情だと思うんだけれども、こっから今黒目を描いていって、黒目では瞳孔ですね描いていって、この後光を入れます。この光を入れるとねだいぶね正気が宿ります。ここですね。うわねえ、これだけでだいぶ印象変わりますよね。ほんとね不思議なんだけどね。でまつげです。まつげも、3,4 本ぐらい引きます。もともとのねいわゆるアニメテイストのね面もねまつげが 3,4 本あったかなと思うんだけれども、同じく 3,4 本です。リアル系だからといってバサバサは
しないです。リアルすぎないリアル系なのでね。はい、で目もねある程度終わったので、唇もねちょっと合わせにいってます。ちょっとぷっくりさせてます。で最後目もねうるってちょっとツヤっぽくなる感じで、でもあんまりツヤツヤしすぎないぐらい。はい、完成しました。やったね。久しぶりのリアル化ということで、じゃあズームしてみましょう。はい、どう？私めっちゃ気に入ってます。超可愛いと思わない？ちなみにね、今回なんだけど、ラッカー塗料で今回は描きませんでした。水性アクリル系塗料で塗りましたね。どうですか？これアイペイントをしっかりして、あとは唇もねちょっと変わってると思います。結構変わったかな。色味を増して若干形も変えて、この目にちょっと合う感じにしました。リアルテイストにしましたね。はい、今回こういう感じになりました。ってことでね、早速ねフィギュアケースの中に飾りに行きます。はい、もうさパンパンになってきたフィギュアケースなんだけれども、今日はここに飾りたいと思います。よいしょ。フィギュアケースはね今改装中だから、ちゃんと出来上がったらまた見せるね、みんなには。はい、とりあえずここに置きます。よいしょ。じゃんじゃじゃーんなんかここちょっとさいろんなテイストがあるから面白いな。ここさ白黒のさゾロのさ新再現があってさ、ここおでんとさ、こっちはさ普通の二次元リペイント。はい、やっぱナミ可愛いよな。なんか私この前さビオリでさサブちゃんでさワンピースの好きなキャラランキングみたいなやつ語ったんだけど、なんかさワンピースはさマジで私の中で推しっていう概念がなくてさ、なかなかね、しかもさ男性キャラと女性キャラでもさランキング絶対つけられるから、なんか結論から言うとなかなか決めきれなかった。でもとにかく私はエネルが好き。リアル化したフィギュアはやっぱリアル化と一緒に飾るとさよりさやっぱこう統一感があるから、そのうちねリアル化集まったらもうリアル化シリーズのこのブーステアっていうのかな、コーナー作るので、またね綺麗に飾った時はねみんなにしっかりと見せますね。ということでこのチャンネルではねこんな感じでフィギュアに関することやってるので、ぜひぜひまた遊びに来てください。今日も最後まで見てくれてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。またねー、ピュー。